こんばんは、ともさん天日です。今日もですね、タイプスクリプトやっていきたいと思うんですけれども、今日は前回の続きですね。ここではパスワードを作るツールを作ろうということで今作っているんですけれども、前回ですね、ここまで作りました。LAN というのをクリックしていただくと、こちら大文字の B ですね、表示されます。もう一度 LAN をすると、全然別の文字がですね、こう出てくる時があるよということで、今ここでは、ここで準備されたこの配列のこの要素ですね。この要素の数の中から1文字分ですね、取得するためにマスドットランダムで乱数ですね、こちらを出して、このですね、件数の中でどれか一つ取り出すための数字を取り出して、そしてこのシーズというですね、この配列の中から1文字取り出しますよというプログラムまで作りました。ではこの続きやっていきたいと思うんですけれども、まずですね、こちらパスワードに使う文字ですね。今、大文字の ABC と小文字の ABC だけ準備しているんですけれども、もっとですね、大量に準備していきたいと思います。で、これですね、手でこう打っていってももちろんいいんですけれども、D の E のという感じですね。こういった時はですね、この AI ですね、使っていただくといいかなと思います。チャット GPT ですとか、こちら僕はですね、最近この Claude というですね、こちらのサービスよく使っているんですけれども、こちら使ってやっていきたいと思います。じゃあですね、例えばなんですけれども、これですね、Claude で検索していただいて、Google アカウントなどでログインをしていただければ、ある程度無料で使うことができますので、ぜひ使ってみてください。そしたら A から Z までを1文字ずつ、JavaScript の配列にしてくださいという形でお願いしてみましょう。でそうするとこのように出力してくれますね。なのでこれコピーしていきましょう。で、こちらのエディターの方に貼り付けていきます。一回これちょっと全部消しちゃいます。で、こうですね。で、ちょっと見やすいようにですね、ここで開業入れちゃいましょうかね。こうです。で、こちらも開業を入れて、で、ここに1回カンマ打っておきます。じゃあ次、小文字やっていきましょう。そしたらもう一度こちらのClaudeの方にですね、A から Z でもお願いとしましょう。はい、これで作ってくれましたね。そしたらコピーして、これもこちらに貼り付けていきます。一気にですね、いわゆるプロンプトですね、これを作って出力してもらってもいいんですが、この程度でも十分かなという感じがします。で、0から9、これは簡単なので自分でもできるんですが、一応 AI に作ってもらいましょうか。0から9もお願いと。で、OK ですね。これで出来上がりです。さあ、あと無料版だとあと2つのメッセージでですね、終わりになりますね。で、こうですね。で、あとちょっと記号をですね、いくつか入れていきましょうかね。これはもう手で打っていいかと思います。そしたらキーボードのですね、上のあたりとか適当にこう触っていただいて、いくつか記号を入れていきましょう。特に制限ないので、自由に入れていただいて結構です。さあ、ではこんな感じで、作っていきましょうか。ここまでにしましょうかね。じゃあこれで、パスワードの元が作られました。さあ、ではこれでですね、もう一度やっていきたいと思うんですけれども、まだですね、今この状態だとうまく動きません。なぜかと言いますと、LAN をします。E が出ましたね。で、D が出ます。で、ちょっとずっと出していくと、ランダムで出てはくるんですけれども、なんかですね、偏ってますね。大文字の A とかですね、F とかそのあたりまでしか出てきません。これなんでかというと、マスドットランダムに掛け算しているこちらの数字ですね。これがですね、数字の上限になるんですけれども、今この上限というのがかける6をしているので5までしか出ないんですよね。で、そうすると0、1、2、3、4、5ですので、大文字の F までしか出ません。で、今回もっと文字数が増えているので、ここはですね、もっと大きな数字にしてあげないといけないんですが、じゃあ何文字あるのかというのを数えるのめんどくさいので、ここではこういうふうに書いていきます。Cs.length としていきましょう。で、この length というのは、この配列の要素の数ですね。これを知ることができるプロパティというものなんですけれども、これにしてあげることによって、配列の中の全部という指定をすることができます。これでLANをしてあげると、これですね、いろんな記号ですとか、小文字や数字、こんなものが出てくるようになりました。さあ、これでまずは、パスワードの1文字分を作るというところまで完成ですね。では、次にですね、これで何文字かですね、パスワードをつなげていきたいと思うんですけれども、何回か同じ作業を行っていくということですね。で、こういう時に使えるのが、いわゆる繰り返し構文というものでして、ここではfor構文というものを使っていきたいと思います。for構文以外の繰り返し構文はですね、ユデミ講座の方でご紹介しているので、ご興味ありましたら見てみてください。では、ここではfor構文、使っていきましょう。for構文というのはですね、このように for と書きまして、カッコと書いて、ここにレッドの i イコール0としましょう。で、i が小なり記号の8として、i のプラスプラスと書きます。で、セミコロンでつないでいくと。
かなり特殊な書式ですけれども、このような書き方をしていきます。で、ちょっとですね、試しにここですね、これをこちらの中に入れていきましょう。さあ、こんな感じです。さあ、これちょっと動かしてみます。では一度ですね、こちらのログをクリアしておきましょう。クリアして、さあでは動かしてみます。今これ真っ白の状態ですね。で、1回だけこのランボタンを押します。はい、そうするとですね、V138MPTA ということで、1、2、3、4、5、6、7、8文字ですね、出力されました。今これ8回ですね、繰り返し行うというプログラムがここで実現されたということですね。このfor構文というのは何回か繰り返すということができます。で、指定の仕方がちょっと特殊なんですが、ちょっとここに書いていきましょう。for のですね、まず初期化が来ます。で、セミコロンが来て、繰り返す条件が来ます。そして、更新の処理というのが来ます。で、括弧して、この中に繰り返したい処理ですね。これが来ますということですね。このような形で書いていきます。では、ちょっと一個一個見ていきましょう。まずですね、この初期化のところですね、このfor構文というのが始まると最初に一番左側、こちらが実行されます。i という変数に対して0を代入しますよということですね。この i というのは意味はないんですけれども、この後もですね、何回か使ってくるので、短い文字の方がいいかなというので、i という文字を使っています。これよく使われる変数の名前ですね。で、次がですね、繰り返す条件のところですね。ここが i が8未満となっています。で、初期化の時に i に0を代入しているので、ここでは8未満というので合ってますね。なので、繰り返したい処理、これが行われます。そうすると、1文字取得されて、小文字の v が出力されましたと。で、次にですね、for構文はここまで来たら、一度自分のところまで戻ってきます。最初のところに戻ってきます。で、次に行われるのがこちらですね。更新処理というのが行われます。で、更新処理かなり特殊な書き方がされてるんですけれども、i++、これインクリメントと言いまして、1足すよということですね。なので、i という変数に1を足しますという処理をします。そうすると、もともと i は0だったので1になりますね。ただ、i はまだ8未満ですので、もう1回同じ処理が行われます。そうすると、数字の1が出力されたと。で、また、終わったら戻りますと。そして1が足されます。そうすると i は2になりますので、まだ8未満ですから3が出たと。これがぐるぐる繰り返していって、i が7の時ですかね。もう1回出力された後、i++ されますので、8になります。そうすると i は8未満ではなくなるので、その時点で終わるよということですね。で、これ0から数え始めているので、0から7までということで8回繰り返すということになります。このですね、何回か繰り返したいときというのは、この処理非常によく使われるので、ちょっと覚えておいていただければと思うんですけれども、これでは、8文字分ですね、出力することができました。そしたら、前の時にですね、やりました文字列連結というものを使って、そのパスワードにですね、文字列を連結していって、1個のパスワードにしていきたいと思います。で、そのためには、まずですね、空っぽのパスワードっていう変数をですね、準備してあげる必要があります。なので、ストリングで準備して、空っぽの文字ということで、クォーテーションというのをまずは代入してあげます。これで今、このパスワードという変数の中身、空っぽの状態ですね。そしたら、ここにですね、どうするかと言いますと、コンソールログで画面に出力するのをやめて、代わりにパスワードに、このようにしますね。イコールパスワードをプラスすることの、先ほどのシーズのランダムですね。これをつないであげます。そうするとですね、パスワードまず最初空っぽですよね。で、空っぽの文字に1文字出てきたこちらのパスワードをつないでパスワードに代入しますよということですね。そうすると1文字分のパスワードが出来上がります。で、ぐるっと繰り返して次に出てきた文字を今あるパスワードの後ろ側につなぎますと。そうすると2文字になります。ということで3文字、4文字とつないでいって、で、最終的に出来上がるパスワードを画面に出力すると、ランしましょう。これですね、こんな感じでパスワード8文字分出来上がりました。もう一度実行していきましょう。で、そうすると、またちょっと違ったパスワードが出力されるということで、かなり完成に近づいてきました。で、今ですね、こちらでは8文字分ということで決まった文字数になっているんですけれども、これをですね、ユーザーが自由に決められるといいですよね。なので、前のレッスンでやりましたプロンプトというメソッドを使って、ユーザーがですね、何文字分のパスワードが欲しいかというのを指定できるようにしたいと思います。そこでコンストでパスワードレングスとしましょう。で、これナンバー型で取得します。そしてプロンプトですね。これでパスワードは何文字に
しますかと聞いていきましょう。ただ今エラーが出ますね。これパスワードレングスナンバー型で定義しているんですけれども、プロンプトから来る文字がですね、数字じゃないかもしれないということですので、ここでは型変換ですね、行っていきます。なのでナンバーということで、先頭大文字で記述しましょう。これでですね、このパスワードレングスというところに何文字分のパスワードが欲しいかというのが入ってきます。ちょっと動き確認しておきましょう。欄をクリックすると何文字にしますかと聞いてくれるので、じゃあ10文字分欲しいですよということで OK をすることができます。まだ今は聞いてないので常に8文字分ですね。ではここでこのパスワードレングス、これを使って文字の数ですね、これを変えていきたいと思うんですけれども、それはですね、このフォー構文のこの繰り返す条件のところですね、ここを変えてあげます。ここが今8回となっているので8文字分になっているので、ここをですね、代わりにパスワードアンダースコアレングスに変えてあげましょう。これで実行します。ランして10にして OK すると10文字分のパスワードが出来上がりました。で、ランして30とかにすると30文字分のですね、パスワードを作ることができるということで、これでですね、自由に作れるようになりました。ただですね、このようにパスワードの文字数ですね、自由に決めようとするとですね、ちょっと間違えて、例えばマイナスの数を入れてしまったりですとか、あとそもそも数字じゃないものを入れてしまったりですとか、こんなことが起こったりします。で、そうすると今パスワードが0文字としてですね、出力されてしまいます。これはこの繰り返し構文のところがうまく動かなくなっちゃうんですね。で、これだとちょっとやっぱり困るので、ユーザーがですね、そもそもちゃんと入れてるかどうかというのをここで確認したいなと思います。そういった時に使われるのが今度 if 構文というものですね。ちょっとやっていきましょう。では、この先頭のところですね、ここに if とします。で、パスワードレングスとしましょうですね。で、これが大なりの0というふうに入れていきます。で、中括弧を入れましょう。そしたらですね、この中括弧の中にここまでの処理を全部入れなきゃいけないので、ちょっと大変なのでどうするかっていうと、この、保管されたですね、こちらの、閉じ括弧、これちょっと一回消しちゃいましょう。はい。で、代わりにここの一番最後のところですね、ここに中括弧を入れてあげます。こうですね。これで if 構文が出来上がりです。で、こういう時ですね、ちょっとインデントというですね、ここからここまでは、この括弧の中ですよというのを示すために、この括弧の中身、選んでいただいて、タブキーを押してあげるといいと思います。これインデントと言いまして、括弧の関係性が非常にわかりやすくなりますね。さあ、これでですね、パスワードレングスですね、今入力した値が0よりも上でなければ動かないというプログラムにできました。ちょっとやっていきましょう。欄をして、例えば今まず10と入力すると、これは正しく動作します。10文字分ですね。では、ここで0と入力しましょう。そうすると、プログラムが全く動かないという状態ですね。もちろん、0以外のもっとちっちゃい数字ですね。マイナス10とかもダメです。そして、文字などもダメです。このように、この if 構文というのを使ってあげることで、ここで先に検査をすることができるんですね。で、検査に通過した場合だけこっちにできますよという形にできます。で、この検査に使われるこの演算子ですね、これ不統合の記号なので算数で習ったと思うかもしれないんですけれども、このパスワードレングスの方が0よりも大きいという記号ですよね。これのことをプログラミングでは、比較演算子と言います。ちょっと書いていきましょう。比較演算子というものですね。不統合としてですね、なので、例えば A 大なり B、こちらは A が B より大きいですね。逆もあります。A の小なり B ですね。これは A が B より小さいですね。未満ということですね。という記号があります。で、あとですね、以下とか以上もあるんですけれども、ちょっと特殊な記号になります。こちら、こうして、コールが後に続いていきます。で、B ですね。これが A が B 以上となりますね。同じく小なりイコールの、B ですね。これが A が B 以下となります。算数だとこういう記号とか使ってたとかと思うんですけれども、これがちょっと書けないので、横に並べたという感じですね。で、もう一つですね、等しいという意味の記号がちょっと特殊で、イコールイコールイコールと3つつながります。これが A と B が等しいという意味ですね。そしてですね、もう一つが等しくないという記号ですね。これもちょっと特殊で、びっくりマークイコールイコールですね。B、これが A と B が等しくないという意味になります。これが比較演算子それぞれということですね。よく使われるものになります。
ちょっとこの種類も覚えておいてください。ということで今使ったのはこちらのダイナリということで、パスワードレングスというこの変数が0よりも大きい数字の時だけこのプログラムを動かしますよということになります。でちょっとですね、何も動かないとうまく動いているのかどうかよくわかんなくなってしまうので、ここではエラーメッセージを出したいと思います。そしたら if 構文の一番下に else というのをつないでいきます。そうでなければみたいな意味の英単語ですね。で、ここで console.log で、1以上の数字を入れてくださいとしましょう。さあ、これでもう一度実行していきます。欄をクリックして、例えばマイナス10などとすると、こうですね、1以上の数字を入れてくださいと出ます。で、ちゃんとした数字を入れると、このようにちゃんとパスワードが出力されるということですね。さあ、最後にですね、これでもほぼ完成ではあるんですけれども、例えば、すごく大きな数字ですね。例えば1000文字とかってすると、このように出力してはくれるんですけれども、さすがに1000文字のパスワード使いどころがないかと思います。なので、今度ですね、上限の方も決めていきたいと思います。ここでは20文字までにしましょうかね。ではどうするかなんですが、ここでですね、こんな風に条件をつなぐことができます。&& として、パスワードアンダースコアレングスですね。これが20以下としましょう。これですね。さあ、これでやってみます。欄をして、例えば10とかは正しく動作します。で、マイナス10とかは1以上ですね。で、ここで21とかってすると、こうですね、このようにエラーメッセージが出るようになりました。20までは正しく出てきます。こうですね。エラーメッセージもちょっと変えていきましょう。1以上の数字となっているので、1以上を20以下としましょうの数字を入れてくださいと。で、これで例えば30とか入れちゃうと、これですね、1以上20以下の数字を入れてくださいと出てきます。さあ、これで完成です。いかがでしょうか。結構ですね、簡単な処理なんですけれども、結構実用的なプログラムが作れたんじゃないかなと思います。ということで、次回はまた別のですね、サンプルプログラム作ってみたいと思いますので、興味ある方はぜひチャンネル登録していただければ幸いです。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。